どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。突然なんですけれども、妻が娘を連れて実家に帰りました。っていうと、なんか非常に深刻な感じがするんですけども、全然そんなことはなくて、じゃあ何かと言いますとですね、ちょうど明日映画を見に行く予定だったんですよ。うちの子ね、パラちゃんをさやのご両親に預けて、ちょっと僕たちは映画を見に行かせていただくという、そういう予定があったんだけど、だったらじゃあ前日から泊まったらいいじゃんねみたいな話になったんですけど、僕がちょっと、家にいないとやりづらいような仕事があって行けないということなので、さやを実家に一回送って帰ってきて、この後はお仕事もあるんだけども、せっかくなので今回やっていく企画はこちら。妻が実家に帰ったのでエチャ企画。お絵かき BBS があった頃からの文化じゃないですか、このチャットっていう文化。 LINE とかさ、いろいろ Discord とか最近あったりするんだけど、じゃなくて、当時やっぱりチャットっていうものがそもそも新しくて、さらにそれで絵も描けるんですかみたいな、僕たちの青春時代に流行っていたこのエチャというものを、さやとその時代にねやったことは当然ないわけですよね。あったのが社会人になってからですから。だからこんなタイミングでもないとやることないというかさ、だって家の中で2人でエチャするの意味わかんなくない？だってね。なんかこんな言い方するとあれなんですけど、マジで24時間さやと一緒にいるんで、でも本当にあれだな、パラちゃんが生まれてからは一人でどっかにいたこと夜ないんじゃないかなってぐらい、この2年ちょいで初めて一人で今家にいるっていう状態なんですよ。付き合い始めた頃というかさ、 LINE しながらとかやってたんですよ。なんか絵を描いたりとか、それを久々にやろうじゃないかということで、ここ今もう画面に出してるんですけど、今回ね、なんかね、マグマっていうね、ソフトというのかサイトというのかがすごいなんかやりやすいというのを小耳に挟んだので、これを使ってるんだけど、1枚の紙に離れた場所でもお絵かきができるよっていうのがエチャなんですけど、ここに今こういう風にさ書くじゃないですか。で書いたものを当然自分の画面でも見れるんだけど、これが実際さやの方の画面にも同じのが映るよっていう、同じ紙とかさ、隣で絵を描くって日常じゃないですか、僕たちにとって。遠距離で絵を描くっていうことが珍しいので、今回はねこれをやっていこうと思います。で、なんか10時ぐらいからじゃあやろうよみたいな、一緒に絵を描くのが当たり前だからわざわざ約束して絵を描くってなんか不思議な感じがするんですけど、じゃああと4分ぐらい待っていきましょう。寒いぜ玄関。皆さんこんばんは。実家に帰ってきてしまいました、さやですはい、こちら私の実家でございます。なんかでけえ木がある。ほら、なんかでけえ木がある。今日はね、諸事情によりゲイさんはお泊まりできずですが、うちのじじとばあばね、この奥でね、ちょっと今パラちゃんとアンパンマン見てくれてるんですけど、孫に会いたいということで、私とパラちゃんだけをちょっとお泊まりに来ております。ご安心ください。ゲンさんと決別したわけではございませんので、ご安心くださいでちょっとね、でも懐かしいね。ここでゲンさんと毎晩ずっと LINE の通話つないでたなっていう記憶がすごい。さやさんの実家から始まるっていう、夏目さんち史上初じゃないこれ。イエーイイエーイというわけでね、パラちゃんは今ジジとバーバが見てくれてるので、ちょっとお願いしつつ、久しぶりになんかこう結婚前の感じでもちょっと楽しみに行こうかなと思います。ふふふ。私はお2階に行きますが、これ今実家の階段の角なんですけど、昔のすごい動画で1回言ったことがあるんですけど、この家に越してきてすぐの頃、誰もいないじゃないですか。私がこのカードに向かって「今日もありがとう、おやすみ」って言って2階に上がって寝てったっていう角ですあー怖い。怖い話はさておいて、さあ2階に登ってまいりましょう。ほら、さやかはるかって作ってる今日はね、ちょっとこっちのお部屋なんだけど、そう本来はこっちがね私のお部屋だったの。そうなんだけど、私がねもう実家を出てから結構もう10年ぐらい経つので、今この部屋は物置になってますね。完全に物置っていうか武器庫やないかい。よいしょっと、こっちに今日はねここお邪魔します。ででーん、また実家感ある場所、そして学習机懐かしの学習机。こちら妹の学習机ですね。こっちの色が濃い方、これが私の学習机。これは私の趣味の剣ですね。模造刀、懐かしい。もう傷だらけで
なんか入ってんのかな。なんかすごい、すっごい個人情報めっちゃ入ってた。なんかね、懐かしさが溢れるね、実家だね、めっちゃ。なんか全然関係ない余談なんだけど、なんか学習机ってなんかここの部分あるじゃない。そうそう、これ引き出せる引き出し、この私のところほらないじゃないですか。これないのはね、なぜか今ゲンさんのおばあちゃんが使ってくださっています。よし、でここをセッティングしていきます。ゲンさん、久しぶりに青春を取り戻そうじゃないかね。はい、なんだかんだもう10時過ぎて、もうすぐ10時15分ぐらいになろうとしているので、そろそろ大丈夫っぽいので招待しますか。でもなんかね、面白いね、不思議ね、この感じ。招待をする、描画に招待する。いけ。さあどうだ。ということで、これでね、ちゃおろうと思います。来た。新規描画に参加するように招待しています。来た。来る？いる？いる。なんかいる。表示されてる。なんか楽しい。待ってね。よし。チャット送れる。なんかドキドキする、めっちゃ。なんかおもろ。お、来た。ゲンさーんって来た。はい。すごい淡白なメッセージを送ってしまったな。なんかチャットでこうやり取りすると変な感じや。はい。なんかドキドキするね。やっぱこうチャットで初めましてだとやっぱね地形を守らないと。初めまして。さやぴでござると申します。なんか昔の感じだねこれね。だってさ、僕たちが中学校ぐらいの頃ってやっぱ通話だってお金がかかるわけじゃない。今はなんか LINE とかさ、ディスコあるから通話にお金がかかるって概念ないけど。すごい。はじめまして、さやぴでござると申します。すごいなんか、よそよそしくなってる。ネットでしか繋がってない人と初めてエチャしますみたいな空気出してる。じゃあ僕も古のハンドルネームでいくか。動画で何回も言ってると思うんだけど、僕がね、ゼルダの伝説お絵かき BBS にね、入り浸ってた時にやってたハンドルネームね、マスターソードという、もう、ね。小学校高学年だか、中学校中盤ぐらいまで使ってましたね、このハンドルネーム。じゃあ書きましょうよ。すごいなんか、初めまして感出してくるな。マスターソードと申します。すごいマスターソードさんいらっしゃったんだけど、やっぱちゃんとリアクションしよう。わー、よろしくお願いします。ちゃんとシムスになっちゃったよ。5時すいません。何か来ます。よそよそしい。気にしないでください。なんだこの茶番は。やっぱりちょっともうクソひれネットの社会の海の中で出会った初めましてのマスターソードさんにはやっぱりこのお題で一緒にお絵かきしたい。楽しい。やばい。もうこの時点ですげえ楽しいんだけど、どうしよう。もう絵描かなくていいぐらい楽しいんだけど。じゃあ100歳超えてそうな少年とかどうですか。やけに具体的ですね。びっくりマークが多すぎる。これあるあるだ。ちょっとごめんなさい。ちょっと強烈なオタクやりすぎてしまった。結局絵描き始めてないよねみたいな。これすごいな。戻るとかも各それぞれのやつであるから、うわ、ほら人のレイヤーには触れないんだよ。すごい。僕が昔やらかしたさ、全消し事件みたいなの起きないんだ、やっぱこの今の時代は。いや、そのマスターソードっていう名前でね、初めて入ったんです。で、そこのゼルダの伝説のお絵かき BBS のちょっとそこの掲示板で交流してた方のホームページ行ったんですよ。でホームページに行って、ホームページでエチャを開いてたから、そこでね書こうっていう話になって、で書いて入る時に操作分からず、なんだこれっつって消しゴムマークを押したらね、全消しで、みんな阿鼻共感ですよ。懐かしいですね。面白い。なんかさや書いてる。ゲンがあなたからレイヤーを引き継ぎました。ということは何これ、奪われたってこと？レイヤー。ドキドキしちゃうね。犬って可愛いですよね。もう話しかけたくてしょうがない、マスターソードさんに。マスターソードさん、構ってください。ファンなんです。鼻水が出ます。ゲンさんね、なんかちょっとうるせえって多分なってると思う。そろそろまずい。このさやのボケに対してチャットでさやり取りすると一生すまんぞこれ。絵が
でなんだかんだ今日11時ぐらいまでにしようっていう話になってるから、もうちょっと茶碗してる場合じゃないわ。ちょっと黙れよ少し。鼻水が出ますよね。マッソさんが通話にしませんか？やっぱりそうだった。マスターソードさんで合ってますか？合ってねえよ。誰だよもう。もういいよ。なんでよ。やりたかった。それが一番やりたかったのに。なんでよ。いつも見てますってやりたかったのに。あの感じね。なんかすごい書いてくれてる？これもしかして。いや書いてますよ。なんかゴザルさんがなんかリクエストしてたからなんか書こうかなと思って。やったー、嬉しい。もう思わずポッ。なんか変な感じよな。いやそうすごい変な感じ、おもろい。すごいさ懐かしくない？いや懐かしい。この感じがもうちょっと怖いもん。懐かしくて。何怖いって、なんかいやだってさ冒頭でも言ったんだけど、だってもうさまず一人で家にいることがないのよ。それはそうだね。わらちゃんいるやろ。わらちゃんも寝てるもんだってあいつ。わらちゃん最近ずっとねパラスケにね侵略されないところで寝てるからね。そうなんかこの実家に帰ってきててさ、ね、この部屋でさ通話してる感じさマジ結婚する前みたいと思って。確かに。いやそうなんで。てか僕もね今日だからさやを送ったわけじゃない。そうさやの実家にさやを送ってとんぼ帰りして夜中の山道を走って帰るっていうこの感じもマジで結婚する前の感じ、夏いね。我々が住んでるところの間には山が一つあったからね。それを毎回越えなきゃいけなかったんだよね。懐かしいね、懐かしい。マストさんさやさんが書いたさ謎の前髪一本をさ消してくれないか？どうやって消すの？俺には消し方が分からん。わかんない。多分ねどっかのレイヤーに紛れちゃったんだよ。どっかのレイヤーに紛れちゃった？そうマスソさんのさレイヤーに紛れちゃった。なんで？ほらマスソなんだレイヤーの中にいるの。どういうこと？なんでそんなこと可能なの？今の技術だから、俺のやった全消しなんてことが起きないようになってんじゃないのこれ？いやそうだよ。ゲイさん昔なんかやっちゃったっていう、このエチャットでみんなで書いてる時に消しちゃったあれがもうないと思ってたのにあるんかい。でも今はねレイヤー分かれたから、すごいねこの機能。これすごいね。なんか感動しちゃうねこれ。なんかさいろんな懐かしさがさ、押し寄せてくるんだけど、なんかね結婚する前にさお互いさ会社から帰ってきて、だいたいご飯をさ一緒にさ仕事終わりに一緒に食べて帰って、ね、でなんかもう家帰ってきてお風呂入ってつって寝る直前ぐらいまでなんかずっと寝落ちもちもちしてたよね。寝落ちもちもち俺その文化知らんけど。寝落ち通話してたじゃん。もうしてたね完全に。てかじゃあなんかね付き合う前からしてたのそれ。そう意味わかんないよねでもね。いわゆる付き合う前の一番楽しい時期じゃねえかみたいなやつをなんかすげえ序盤からやってたよね。やってた。懐かしいよなあれもね。懐かしい。その感じがすごいさ、あるんだよな今日で。さっきもさうちの親にさじゃあこの後玄ちゃんとお話しするのじゃあねいってらっしゃいみたいな感じでおほ夏いね。当時はねでも、うちの親はねあんまりね私がねお付き合いしてるのをねなんかよく思ってなかったというか、私があまりに玄さんにかかりきりすぎて、また玄ちゃんとお話しするのみたいな感じだったからねちょっとねなんかその感じあったよね。パラスケはね、今何してんの？多分ね今お風呂入ってんじゃないかな。うちの父親がね、すんごいいっぱいおもちゃ用意してたお風呂の。めっちゃ楽しみにしてる孫が泊まりに来るっていう一大イベントすごい楽しみにしてて、アヒルのおもちゃとか、マグネットでさお魚釣りできるおもちゃみたいな、そういうのとかさ買ってたりとかしてんのにさ、私がここに上がってくる前さ「ダメだママもう目が開けてられないから全部頼むよ」っつって眠いんだ。もう眠くなっちゃったの。そう眠くなっちゃってる。あらまあ残念それはね。ちなみに僕もクソ眠いよ今実は。嘘。私もう超元気なんだけど、なんかもう一周回っちゃってんの。なんか楽しくなりすぎちゃって、なんかもういろいろこの辺さ準備とかしたりさ、これ懐かしいわとかっつってさ、なんかちょっと実家のさテーブルとかさ開けてみたりとかしてたからさ完全に実家帰った人。めちゃくちゃ久々に実家帰った人じゃん。全然久々じゃないのよ私お絵かきチャットはね実はね、中学校の時に友達とちょっとやったぐらいで。そうなんだ。基本的になんかお絵かき掲示板に、人様のサイトのお絵かき掲示板にお邪魔しますみたいな、
なんとかさんのイラストとても大好きでみたいな。やってた交流して返事返ってくると嬉しいんだよな。めちゃめちゃ嬉しい。夜とかにずっとネットサーフィンして、うんそういうイラストサイトさんとか見て、誰々さんのイラストとっても素敵でしたみたいな感想を残しつつ、私はちょっと書いてみましたみたいな感じで掲示板書いてさ、ね。で次の日学校から帰ってきてさ、もうすぐにさパソコンの前に行ってお返事来てないからみたいないやわかる。感じでさ、でもねこの感じだったね。いややっぱそう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 通知という文化もないわけで、いやそうだよ、見に行かないとないからそう見に行って来てるってなるわけよ。それがねめっちゃ嬉しいんだよね。わかるわ。やってた。いろんなイラストサイトさん見てさ、今ツイッターでさ調べたらさ出てくるけどさ、好きな漫画とかゲームのタイトル入れとかハッシュタグとか入れるとさ、なんかすごい可愛いかっこいいファンアートがいっぱい出てきたりとかするけど、昔はなんかそれをホームページ作ってみんな出してたからね。まあね、ピクシブもなかったもんね。そういうまとまってるとこがそもそもなかったから、広いネットの海に探しに行かないとお宝はやっぱ眠ってないわけ。だからこそあれだから、俺はゼルダの伝説のお絵かき BBS に惹かれてったわけ。見つけたわけよ。俺だけのサンクションに。でもなんかね、すごいやっぱ不思議な話でさ、多分動画でここまで話してないと思うんだけど、その全消し事件があるじゃない。全消し事件を起こしたサイトのエチャの人が今、画家やってらっしゃるの。もともとすごいね、僕その方の絵好きだったんだけど、どんどん時が減るごとにアーティスト活動を強めていって、でね、今でもねやっぱね画家として活動してらっしゃるんですけど、つい先日ですね、まあ先日といっても去年なんだけど、夏目さんちと相互フォロワーになったんですよ。僕は一方的に知ってたから夏目さんちのアカウントフォローしてない、でなんかある日フォロバーいただいて、フォロバーしてもらえたと思ってでそれでなんかちょっと嬉しくて、つい DM に行ってしまって、すいません実は昔から好きなんですけど、実はエチャとかも一緒にやったことありましてつってで当時ゼルダの伝説のところで一緒に書かせていただいたりとか、めちゃくちゃ全消ししちゃったりとか、そういうことあったんですよねみたいな話をしたら覚えててくれてて嬉しいね。そう中学校の頃の俺の失態を覚えててくれてて、多分覚えてますみたいになって、うわーってなって、すごいね、なんか嬉しかった。中学校の時にそんな経験をして、多分、僕よりちょっと年上の方なのかな、おそらく。僕が中学校の頃に大学生ぐらいの人だったと思うんだけど、不思議なご縁というか、お互いまだ絵を描いてたんですねっていう。ツイッターでさ、私もさ前さ昔そのお絵かき掲示板に書かせていただいたホームページのさ主の方を見つけたんだけどさ、ちょっとそんな勇気なかった。やっぱ描いてるんだね今でも。そうドラクエの絵の方なんだけど、今もドラクエ描いてた。好きは変わらないんだな。ね、ニコニコした。そっちがお兄ちゃんでこっちが弟ね。あ、そうなんだ。わあ、いやでもなんかやるよね、そういうことやってた。そうだよ、総流だからこれ。でもさ、待っててかさ、僕人生で初めてオリジナルのキャラクターを描いてる絵チャットしてるかも。でもそれで言うと私もかもしれない。当時やっぱりさ、ゼルダの BBS、まあそうだよね。ゼルダキャラだったと思うんだよね確か。リンク描いてた気がするの。このアプリ楽しいなね。なんかすごくいいね。何の不都合もない。一つ不都合があるとすれば君が横にいないことかな。どうしたの？歯が浮かないとダメな日なの今日。楽しすぎるこの空間。どうしよう、私ずっとニヤニヤしてる。割とキモいよずっと。サイペでござるがここにいるよ。ふわわわわわわ。これさ、いる？いる。怖い。邪魔。むっちゃ邪魔。それ書いたでしょ。しかも今書いたけどね、レイヤーが別だから大丈夫だよ。そういう問題じゃないの。サイペでござる。めっちゃかっこいい。ゲンさんの絵かっこいいぴょんって書いておくね。かっこいいぴょん。かわいいじゃろ。弟だよ。弟なの？その足で？妹だよ。何でもかんでもね、ちょっと苦言を呈すはちょっと最近さやさん調子乗ってるから、何でもかんでも男か女かわからないにすりゃいいってもじゃないよ。俺は怒ってるよ。怒られてる私。女は女、男は男。たまにはそういう考えがあってもいい。いや今の時代そういうこと言うと怒られるけど、別にジェンダーレスでもあってもいいし、明確に性差を分けるということも時には必要だと思うよ。これはそれはそう。誤解を恐れず言うよ。でも時に大事。でもさやさんのツイッターのさ、タイムラインはなぜか女装男子でいっぱいなんだよ。それはもう君の趣味思考の問題なんですよ。自分が教え込んだ結果だから。何で話したんだっけこれ。メンバー配信か。X 君のおすすめ欄を自分好みに調教しましょうっていう話。
なんか油断するとすぐなんかこう争いとかさ、人の陰口みたいなさ、そういうのでさ、急に X 君は埋めてくるから、私はそれが嫌すぎて、あまり見たくない言葉でさ埋まるのが嫌すぎるので、積極的にバイオハザードのファンアートをめちゃめちゃいいねしまくって、そうするとなんとタイムラインがマッチョでいっぱいになるっていうやってたね。でその話で言うとさ、そのちょっとねメンバー配信で喋った話の一部を言うとさ、そのタイムラインに流れてくるじゃないで、やっぱりいろんなさ画像が流れてくるわけよ。で流れてきた画像がさ、その畳の上に座っている露出多めのちょっとエッチなお姉さんだったの。ちょっとセクシーだね、でそこで立ち止まった俺を責めないでほしいまずねしかもなんかその写真ね、私も見せてもらったんだけど、結構エモーショナルな感じだったんだよね。もうねシチュエーションもエモいし、だからその、いろんな意味で立ち止まってしまったわけよ一瞬。したらよ X 君優秀なんかなんだかよくわかんないんだけどさ、その後和室に座る女の人ばっか出してくれるようになって何このジャンル好きって思われたみたいな。最近の X マジで油断ならんから気をつけた方がいいみんな。それおもろいよな独特すぎるよね。あ、ゲンさんは畳が好きなんだなってなっちゃったわけですよ。なっちゃったわけよ、うちの僕の X 君は、まあ僕はこんな感じですかね。あ、できました。はい。パパ待ちですよ。パパ待ちなんですか。はい。かっこいい、すごー。まあでもちょうど1時間ぐらいじゃない、ほとんどね。ということで、はい。まあ初心を忘れないというか、初心の部分がお付き合いした当初を忘れないの部分ね。もうね、ほぼね、青春取り戻せた、私たち。なんか懐かしいなっていう感じにはなったよね。付き合い始めて10年目のバレンタインにやってるって思うとエモくない？なんか言い方はエモいねでしょ全然よくわかんないけどいやでもね、これからもよろしくね、ゲンさん。すげえなんか急に雑に綺麗にまとめようと頑張ってる。この絵の一応最後解説だけしますか。そうですね。まあ、これはですね、100歳超えた少年って言ってたじゃん最初。ゴザルさんが言ってたから、まあ、100歳超えてるという設定の少年を描こうと思ったが、別にいつも通りの人描いたから、超えてはいないかもしれない。いやまあ超えてるんじゃない？多分君が超えてると思うなら超えてるんじゃない？かっこいい。でもだってそしたらこの妹ちゃんも超えちゃうことになっちゃうからさ。いいんじゃない？もうそういう超えちゃう、超えちゃった兄弟にする？ロリバはショタジでいこう。うわ、お得。兄弟にする、お得パックじゃんこれ。まるでめちゃめちゃ興奮しすぎてカメラ蹴ったしはい、じゃあこの兄弟がきっといつか出てくることがあるかっていうとわからないので、またね、もしかしたら兄弟のように兄弟設定がどこかで掘り起こされるかもしれないけど。確かにゴザルさんが大喜びだよ、でもこいつ絶対シスコンだよ。そう、互いに溺愛し合ってる兄弟ということでしょ、1時間で書いたにしてはなんかすごいただただ楽しく何事もなく終わったね。またゲンさんのことを一つ知れたよ、なんかあったっけ、新しい新規情報。なんかあった気がするけどちょっと忘れちゃったわやばい、なんか今日さもう一生適当、全然なんか YouTube 撮る気持ちじゃなさすぎて、なんかサブちゃんぐらいの本当にいやマジでサブちゃんかというサヤンチかという気持ちでやってしまったのね。本当よ、楽しかった。じゃあまた、じゃあ、ゲンさんまた会おうね、明日ね明日映画ね。あ、そうだ、明日一緒に映画見に行く予定で、映画見てる間もジジとパーパーに見ていただくっていうので、まあある意味に初心かもしれんね。確かにね。アベンジャーズだし、昔からずっと一緒に見てるシリーズを見に行くっていう。そうですよ。じゃあおやすみなさい。はい、じゃあマスターソードさん、今日は本当ありがとうございました。ゴザルさん、これからもよかったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。お先に失礼します。はい、ありがとうございましたよそよそしいな急によそよそしい